こんにちは、みどりです。皆様お元気でお過ごしでしょうか？今回は励ますことは必ずしも相手のためにはならないというお話をしてみます。身近な人が落ち込んでいたり、辛そうにしていたりすると、何とかして元気づけたいと思い、つい励ましの言葉をかけたくなるでしょう。それは相手を思いやる気持ちから生まれるごく自然な反応です。でも、励ます側の善意とは裏腹に、その言葉が相手にとって重荷になってしまうこともあります。今回のトークでは、なぜ励ましの言葉が負担になることがあるのか、そして相手の心を支えるために何ができるのかを考えてみたいと思います。では早速始めましょう。頑張ってという言葉は日常の中でよく使われます。試験を受ける人や仕事に取り組む人、新しいことに挑戦する人にとっては力になる言葉です。応援されていると感じて勇気が湧いてくることもあるでしょう。一方で、すでに限界まで頑張っている人には、頑張ってが全く違う意味に聞こえることがあります。例えば、仕事で心身ともに疲れ切っている人に、頑張ってと声をかけると、本人はまだ努力が足りないと受け取り、辛くなってしまうかもしれません。家族の問題を一人で抱え続けてきた人に、負けないでと伝えると、弱音を吐いてはいけないと感じさせてしまうこともあります。励ます側は、あなたなら乗り越えられると伝えたいだけかもしれません。でも相手には、辛い気持ちを口にしてはいけない。元気にならなければならないと聞こえて、プレッシャーになることもあるでしょう。前向きに考えようという言葉も同じです。心が弱っているときは、前向きになろうとしても、簡単に気持ちを切り替えられるものではありません。悲しみや不安は、考え方を変えただけで、消えるものではないからです。それにもかかわらず、前向きになることを求められると、辛い気持ちに加えて、前向きになれない自分はダメだという自己否定まで生まれることもあるんです。また、私も同じような経験をしたけど、なんとか乗り越えたよという言葉にも注意が必要です。自分の体験を話すことが相手の希望になる場合もあります。その一方で、相手は自分の辛さを比べられているように感じて嫌な気持ちになることもあるでしょう。もっと大変な人もいるよという言葉も、自分の苦しみを大したことではないと言われたように感じることがあります。苦しみの大きさは誰かと比べて決まるものではありません。たとえ他の人には小さなことに見えても、本人にとって深刻であれば、その苦しさは本物です。このように励ます側に悪気がなくても、その善意が相手にうまく伝わらず、かえって負担になってしまうことは少なくありません。では励ます代わりにどのように接すれば相手の心を支えられるのでしょうか。その答えは相手の気持ちを理解しようとすることです。悩みが解決したわけではないのに、誰かに話を聞いてもらっただけで気持ちが楽になったことはないでしょうか。状況は何も変わっていない。それでも話す前より心が軽くなっている。
その理由は、自分の気持ちを誰かと分かち合うことで、この苦しさを一人で抱えなくてもいいと感じられたからでしょう。人は自分の気持ちを分かってもらえたと感じると安心するものです。心理学では、相手の感情や体験をその人の立場に立って理解しようとすることを共感と呼びます。共感というと、相手と同じ気持ちになることだと思うかもしれません。でもそれは違います。共感とは、相手の感情を自分も同じように体験することではありません。また相手の意見にすべて賛成することでもありません。あなたの苦しさを私が完全に理解することはできないかもしれない。それでもあなたがどのように感じているのかを知ろうとしている。そのように相手の心に近づこうとする姿勢が共感です。励ましの言葉が負担になることがあるのは、相手が今の辛い気持ちを分かってもらえなかったと感じる場合があるからです。元気にならなければならないと求められているように聞こえて、今の自分を否定されたと感じることもあるでしょう。自分の感情を否定したり、無理に追い払おうとしたりすると、かえってその感情から離れにくくなってしまいます。悲しんではいけないと思うほど、悲しみに意識が向いてしまうからです。一方で、悲しんでもいい、今は立ち止まってもいいと思えると、自分の感情を受け止め、少しずつ整理していくきっかけになるんです。安心して弱音を吐ける場所があることは、心の支えになります。自分の気持ちを誰かに受け止めてもらうことで、人は少しずつ安心感を取り戻し、再び前へ進む力を見つけていけるんです。ここからは相手に共感を示すための話の聞き方について考えてみます。まず大切なのは、自分の考えや価値観を一旦横に置いて、心を白紙にするつもりで相手の話を聞こうとする姿勢です。相手の話を聞いていると、それは違うのではないか、こうした方がいいと自分の考えが浮かんでくるかもしれません。でも自分がどう思うかではなく、相手がどのように感じているのかに意識を向けることが大切です。そのためには、相手の話を途中で遮らず、最後まで聞くようにします。相手が話している途中で、それならこうすればいい、私だったらこうするとアドバイスしたくなっても、そこはぐっと抑えましょう。相手が求めているのは、必ずしも問題の解決方法とは限りません。自分の気持ちを誰かに受け止めてもらいたいと思っていることも多いからです。なので、そうだったんだね、それは辛かったねと、相手の気持ちに沿った言葉を返してあげましょう。また、相手が黙り込んだ時に、急いで言葉を続ける必要はありません。沈黙している間に、自分の気持ちを整理していることもあります。言葉にならないほど深い悲しみを感じていることもあるでしょう。そのような時は、無理に質問を重ねず、静かに待つことも相手を理解しようとする姿勢です。何もしていないように見えても、その静かな寄り添いが
相手の心を支えていることもあるからです。ここまで話を聞いて、それでは人を励ましてはいけないのだろうかと疑問に思った方もいるでしょう。でも決してそういうことではありません。励ましは適切なタイミングで伝えることができれば、相手の心を支える力になります。問題なのは、相手の気持ちを十分に理解しないまま、励ましの言葉をかけることです。相手がどう感じているのかを確かめず、ただ頑張って、元気を出してと伝えても、その人の感情を置き去りにしてしまうことがあるからです。一方で、話を聞いてもらい、自分の気持ちを分かってもらえたと感じた後であれば、励ましの言葉も受け取りやすくなるでしょう。例えば、辛い出来事を話してくれた人に、すぐに頑張ってというのではなく、まずは相手の思いに耳を傾けます。それは辛かったね。ここまで一人で抱えてきたんだね。このように言葉を返すことで、相手は自分の気持ちを分かろうとしてくれていると感じられるかもしれません。ただし、相手の感情をこちらが決めつけないことも大切です。相手の表情や反応を見ながら、そんな風に感じていたのかなと確かめる姿勢を持ちましょう。相手の気持ちを受け止めた後であれば、必要に応じて、私にできることがあれば遠慮なく言ってね。話したくなった時はいつでも聞くよと、自分にできることを伝えてもいいでしょう。この時も無理にアドバイスをしたり、解決方法を押し付けたりすることは避けます。相手が助けを求めた時に、自分にできる範囲で協力したいという気持ちをそっと伝えるだけで十分です。励ましには様々な形があります。相手がまだ前を向けていないときは、一人で抱えなくてもいいんだよ。話してくれてありがとうと安心を伝える言葉が支えになるでしょう。そして相手が少し前へ進もうとしている様子が見えたときには、あなたが決めたことを応援してるよ。必要なときは遠慮なく言ってねと、その人の決断を尊重する言葉をかけることができます。このような励ましは、相手を無理に前向きにさせるものではありません。相手が自分で選んだ方向へ進もうとする気持ちをそっと支える言葉です。まずは相手のことを理解しようとすること、そしてその人の気持ちや歩みに合わせて必要な言葉を届けることが大切です。今回はなぜ励ましの言葉が負担になることがあるのか、そして人の心を支える理解とはどのようなものなのかを心理学的な視点から考えました。身近な人が苦しんでいるとき、私たちは何か役に立つことをしてあげたいと思い、励ましの言葉をかけることもあるでしょう。でも時には善意から出たその言葉が相手にとって負担になってしまうことがあります。そのような時に大切なのは、すぐに励ますことではなく、まずは相手を理解しようとする姿勢です。何があったのだろう。この人は今どのように感じているのだろう。そのように相手に関心を向けることが理解の始まりです。すぐに励まさず、
すぐに答えを出さず、とにかく相手の言葉に耳を傾ける。悲しんでいる人には悲しみを語れる時間を作る。怒っている人にはその怒りの奥にある傷つきを知ろうとする。疲れている人には立ち止まることを許す。そのような関わりが人の心に安心をもたらすのです。人は安心できる場所があるからこそ自分の気持ちと向き合えます。そして自分の気持ちを受け入れられたとき、少しずつ次の一歩を考えられるようになるでしょう。励ますことを急がず、まずは理解しようとする。その関わりが相手の苦しみを少しでも和らげ、その人が自分の力を取り戻すきっかけになるでしょう。最後までお付き合いいただきましてありがとうございました。これからも時々心理学の学びをシェアします。応援していただけたら嬉しいです。よろしくお願いいたします。それではまた次回お会いしましょう。